お世話になっております。マサルです。今回は Linux レベル1試験で覚えておきたいネットワークの基本についてお話ししていきます。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りします。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄のリンクからご覧ください。今回のテーマはネットワークって何から勉強すれば良いですかです。早速結論からいきましょう。ネットワークでまず理解しておきたいキーワードは2つ。IP アドレスと TCP/UDP です。この2つが理解できればネットワークの理解も進みやすくなると思います。まずは IP アドレスについて勉強していきましょう。まずは IP アドレスの問題に挑戦してみてください。IP アドレス 192.16.1.10/24 のネットワークアドレスを選びなさい。A、B、C、D どれが正解になるか考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は A192.168.1.0 がネットワークアドレスです。正解できましたか？問題の解説をする前に、まずは IP アドレスとは何かからお話ししていきますね。IP アドレスとはインターネット上で使われる住所のようなものです。例えば郵便の場合、家に物を届けるときには住所が必要ですよね。それと同じでインターネットの世界でもデータを正しい場所に届けるために IP アドレスが利用されています。皆さんが利用しているコンピューターやスマートフォンなど一つ一つに IP アドレスが割り当てられているということです。下の図では特定の送信元 IP アドレスから特定の宛先 IP アドレスに向かってデータが送られています。ここで注目してほしいのは送りたいデータが複数に分かれていることです。インターネットの世界では一度に送れるデータ量に決まりがあります。写真や動画のデータを送ろうとしたときに一度で送ることはできません。そこで送りたいデータは複数のデータに分割して送られることになります。この時送られるデータの一つ一つがパケットという単位で数えられます。インターネットし放題のサービスでパケット放題のようなプランがありますが、パケット放題のパケットはこのインターネットの世界で送られているパケットのことを表しています。パケット送りたい放題、そしてパケット受け取り放題のサービスなのでインターネットし放題ということですね。それでは次に IP アドレスで覚えておきたいルールについてお話ししていきます。なお、あらかじめお伝えしておきますが、今回お話しするのは IPv4 アドレスが対象です。最近は IPv6 アドレスという別のアドレスを利用することも増えていますが、 IPv6 アドレスの場合、これからお話しする内容は当てはまらないので注意してください。ここからは IPv4 アドレスで覚えておきたい3つのルールについてお話しします。まず1つ目は IP アドレスはネットワーク部とホスト部に分かれる。2つ目はホスト部が全部0の場合、ネットワークアドレス。3つ目はホスト部が全部1の場合、ブロードキャストアドレス。この3つです。1つずつ説明していきます。まずキラーコーダの Ubuntu 環境で IPADDR コマンド、IP アドレスコマンドを実行して現在の IP アドレスを確認してみてください。私の環境の場合、IP アドレスが 172.30.1.2 であることが分かりました。ところで IP アドレスの後ろに/24という表記があります。この/24という表記はネットワーク部が前半から何ビット存在するのかを表す情報です。今回の場合/24なのでネットワーク部が前から24ビット存在するということになります。初めて IP アドレスを勉強する方は何が何だかよくわからないですよね。
実は現在表示されている IP アドレスは人間が理解しやすいように10進数で表記されています。この IP アドレスを2進数で表記すると、このような32個の0と1の並びになります。この0と1の並びが本来の IP アドレスの形です。コンピューターはこの0と1の並びを見て IP アドレスを理解します。しかし人間にとっては理解しにくいですよね。そこで人間に分かりやすいように IP アドレスは基本的に10進数で表記されているわけです。なお、2進数と10進数を変換する方法に関しては今回の動画で説明を割愛します。しかし Linux 試験対策としては2進数と10進数の変換はできていなければいけません。別動画で2進数と10進数の変換について話している動画もあるので、変換方法を知りたい方はこちらの動画を参考にしてみてください。ここで押さえておきたいのは IP アドレスというのはコンピューターにとって32個の0と1の塊ということです。それでは次にネットワーク部とホスト部についてお話しします。先ほどスラッシュ24は前半24ビットがネットワーク部であることを表しているとお話ししました。IP アドレスは全部で32個の0と1の羅列です。IP アドレスはネットワーク部とホスト部でできているというルールがあるので、前半24ビットがネットワーク部ということは残りの8ビットがホスト部ということになります。ではネットワーク部とホスト部が何のことなのかというと、ネットワーク部とは村の名前のようなものです。どのネットワークに属しているのかを表しています。ホスト部はその村の中の家の番号のようなもので具体的な端末を表しています。今回の例で言うと赤くなっている数字が前半24ビットでネットワーク部です。この赤い0と1の数字の村の中にある00000010という端末をこの IP アドレスは示していることになります。ちょっと難しく感じるかもしれませんが、マサル村という村があってマサルの家を表したい場合、マサル村に当てはまるのがこのネットワーク部の情報です。そしてこの村の中にあるマサルの家を表すのがホスト部の情報ということですね。なお、このネットワークの中ではホスト部が8ビットです。そうなると0が8個並ぶ IP アドレスから1が8個並ぶ IP アドレスまでの合計256個の IP アドレスが存在できることになります。マサル村で例えると、マサル村には全部で256個の家しか建てることができないというイメージです。ここまでよろしいでしょうか。それでは次にネットワークアドレスとブロードキャストアドレスについてお話しします。結論から言うと、ホスト部がすべて0の IP アドレスのことをネットワークアドレスと言います。そしてホスト部がすべて1の IP アドレスのことをブロードキャストアドレスと言います。この2つの IP アドレスは特殊な用途で利用されるので、パソコンやスマートフォンなどには設定することができません。まずネットワークアドレスから説明します。ホスト部がすべて0の IP アドレスがネットワークアドレスです。ネットワーク自体を表すアドレスになっています。これはマサル村の例で言うと、マサル村自体を表す IP アドレスということです。よって特定の端末がこの IP アドレスを利用することはできません。そして次にブロードキャストアドレスです。ブロードキャストアドレスは全ての端末を表すアドレスです。マサル村に例えると、マサル村にいる全ての家を表す IP アドレスです。マサル村全員にデータを送りたい場合はこのブロードキャストアドレスを利用します。よってこのブロードキャストアドレスも特定の端末に設定することはできないことを覚えておきましょう。それではここで冒頭の問題を見直していきましょう。それぞれの選択肢の IP アドレスを2進数にするとこうなります。そしてスラッシュ24という情報からネットワーク部とホスト部に分けてみましょう。すると赤字がネットワーク部、白い字が
ホスト部です。今回はネットワークアドレスを選ぶ問題です。ネットワークアドレスはホスト部がすべて0の IP アドレスです。すると答えが見えてきますね。答えは A。こちらの IP アドレスがネットワークアドレスということになります。それでは次に TCP と UDP についてお話ししていきます。こちらも問題に挑戦してください。TCP と UDP の違いについて正しい説明はどれですか？ A、TCP は信頼性が高いが遅く、UDP は信頼性が低いが速い。 B、TCP は信頼性が低く速く、UDP は信頼性が高く遅い。 C、TCP と UDP はどちらも同じ信頼性を提供する。 D、TCP はコネクションレス型で UDP はコネクション型である。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は A、TCP は信頼性が高いが遅く、UDP は信頼性が低いが速い。こちらが正解です。正解できましたか？この問題で問われている TCP や UDP というのはパケットの送り方のことだと思ってください。TCP は対面で確実に相手にパケットを渡す方法。UDP は置き配のように一方的にパケットを渡す方法です。動画の最初で一度に送れるデータ量には決まりがあるため、多くの場合、送りたいデータは複数のパケットに分けられて送られますという説明をしました。さらにこのパケットの送り方には TCP と UDP があります。TCP を利用するとデータを確実に相手に届けることができます。データを確実に届けられることを信頼性の高い通信と言ったりします。では、どうして確実に届けられるのかというと、TCP の場合、データを送るときに 3way ハンドシェイクという仕組みを使ってデータを送るときに、これからデータを送るので受け取ってくださいねというように事前確認をしているからです。このように TCP では事前確認をするのでコネクション型と言われたりもします。一方、UDP の場合は置き配のようなものですと説明しました。相手に届けはしますが受け取り確認などはしません。つまり事前の 3way ハンドシェイクを行わないとも言えます。いきなりデータを送るので相手がデータを確実に受け取れる保証がありません。よって信頼性の低い通信と言われたりします。UDP は信頼性の低い通信ですが、事前に 3way ハンドシェイクをしないというのが逆にメリットになる場合もあったりします。例えば音声通信の場合、事前に 3way ハンドシェイクを行うとその分パケットが届くのに遅れが出てしまいます。音声が遅れて届くと会話がうまくできないですよね。なので送りたい通信データの用途によっては UDP の利用が適している場合があります。UDP は信頼性はありませんが、リアルタイム性が求められるような通信には向いています。このような特徴を覚えておきましょう。それでは問題を見直していきます。TCP と UDP の違いについて正しい説明はどれですか？答えは A。 TCP は信頼性が高いが遅い。 UDP は信頼性が低いが速い。こちらが正解です。ちなみに選択肢 D のコネクションという言葉も覚えておきましょう。 TCP は 3way ハンドシェイクを行って事前確認をするのでコネクション型です。 UDP は事前確認をしないのでコネクションレス型ですね。この選択肢は TCP と UDP の説明が入れ違っています。それでは今回の学習内容をまとめていきましょう。今回のテーマはネットワークって何から勉強すればよいですかがテーマでした。まずネットワークで押さえておきたいのは IP アドレスと TCP/UDP の理解です。 IP アドレスにはいくつかのルールがありますが、今回は3つのルールをお伝えしました。 IP アドレスはネットワーク部とホスト部に分かれています。
ホスト部が全部0の場合はネットワークアドレスで、ホスト部が全部1の場合はブロードキャストアドレスになります。さらに TCP と UDP の違いについてもお話ししました。TCP は 3-way ハンドシェイクを行うことで事前確認をします。よって相手に確実にパケットを届けることができます。信頼性のある通信を実現することができます。しかし事前確認をする分、パケットが相手に届くまでに遅くなってしまいます。よって音声通信などには TCP は向いていません。一方 UDP は通信相手との事前確認をしないので信頼性はありません。しかし音声通信のようなリアルタイム性が求められるような通信には UDP が向いています。 TCP と UDP の違い、しっかり押さえておきましょう。ここでお知らせです。マサルの勉強ベイでは成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。2025年を迎えてコミュニティの熱量もかなり高まってきて、たくさんの交流が生まれています。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて、Discord のアカウントを YouTube のアカウントに連携してもらえればすぐに参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。今回は業務でよく使う覚えておきたい IP アドレスについてお話ししていきます。まずは 8.8.8.8 です。この IP アドレスは Google パブリック DNS サーバーの IP アドレスです。この IP アドレスに向かってピングを実行することでインターネットと通信できているのかを確認することができます。なんだかうまく通信できないなという時に、とりあえず 8.8.8.8 に向かってピングを実施してみると、その結果によって通信できているのかどうかを確認することがあります。8.8.8.8 に向かって行う疎通確認はよく現場で行うので、この IP アドレス覚えておきましょう。あとは 127.0.0.1 という IP アドレスもよく利用します。この IP アドレスは自分自身を表す IP アドレスです。ネットワークの接続確認や起動確認をするときによくこの IP アドレスが利用されます。 127.0.0.1 も覚えておきましょう。以上、おまけトークまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。